24話、渦巻きカワキの解説と考察まとめ。ボルト、トゥーブルーボルテックス。24話掲載の V ジャンプ9月特大号が、2025年7月18日に発売された。前回23話、つわものでは、力を高めたカワキが戦線に復帰する新展開が描かれた。美月は人真珠、竜が呼び出した爪垢の残党を一掃。そこへ人真珠、祭りのトゲ玉を持ったこのハマルが駆けつけた。二人はそれぞれの現状を把握。アラヤは犠牲となった淀を抱えて神器の元へ向かっているという。美月はボルトへの加勢を提案したが、このハマルはボルトの意図を組んで却下した。二人は気を失っているサラダを抱え、初めの合流地点へ向かった。一方のボルトは、ジェラの攻撃によって徐々に追い詰められていた。ジェラが体術による攻撃に切り替えたことで、ボルトに大きな隙が生まれる。ジェラが右目からとどめの美獣玉を放とうとしたその時、その右目を貫いて現れたのはカワキだった。美月とこのハマルのところにはデルタが現れる。レイダは真術。千里眼で戦闘の模様を見ていたが、予想外の展開に驚いている。コジはこの展開を更新された真術、ジッポーで確認していた。彼はボルトがこの数日間でカワキに何かを伝えたと察する。そしてカワキの参戦は、コジにとって初めて見る展開だという。コジはその他にも多くの光景をジッポーによって目にしていた。ジラは現れたカワキにこれまで以上の力を感じていた。カワキはボルトを気にかけながら真術、カーマを発動。ジラとの戦いに臨むのだった。23話はボルトがジラの力に敗北寸前になっていたところで救世主が現れる内容となった。ボルトはここまで、個人の認識の外で新たな可能性を模索していた。その成果がカワキの参戦という形で現れた。戦線に帰ってきたカワキの力量に期待がかかる。そして個人に突如起きたジッポーによる異変の詳細が気になるところである。24話はここから展開される。この動画では24話、渦巻きカワキの解説と考察をやっていこうと思う。まずは24話のあらすじの解説をしていく。このチャンネルでは、ナルトやボルトを他にはない視点で深掘りしていきます。新たな発見や面白さにつながると思いますのでぜひチャンネル登録をお願いします。24話のタイトルは、渦巻きカワキとなった。第1部24話のタイトルはカワキであったことから、真術、全能によるボルトとの逆転現象が表現されている。1話のタイトルからわかる通り、ボルトの側でも同じ表現がされている。24話は渦巻きカワキが大活躍を見せる回となった。物語は15話の回想シーンから始まる。ボルトはこれから実行される風の国での任務内容をカワキに伝えていた。この任務から全員が生きて帰るため、飛来神の術での離脱を提案する。しかしボルトの飛来神の術は金属片に付与されたチャクラを感知するための時間を要する。カワキはボルトが感知するまでの時間稼ぎを任されたということになる。ジラを相手に真術を巧みに使い分けて応戦し、攻撃が当たり始めていた。ボルトは強制的に発動するカーマの制御に気を取られながらも、チャクラの感知に集中。カワキの視界はアマドとスミレに共有されていた。研究室で映像を見ている。スミレはカワキの戦いぶりに希望を感じていた一方、アマドはジラのさらなる力の発揮を予感していた。カワキの攻撃で岩に激突したジラは、冷静に本を取り出す。ジラはこれまで見てきた人間の覚醒の共通点として、愛に再び注目していた。それに加えて、ナルトを守りたいと考えていたカワキの今回の行動に意外性を覚えていた。ボルトに続き、カワキにも愛の正体についての意見を尋ねる。カワキは質問に応じず、ジラを睨みつけていた。ジラはカワキの反応から、亡くなったとされていたナルトの生存を隠し、ナルトを捕食の標的にしていることを明かした。カワキはジラへの怒りに耐えきれず、攻撃を仕掛けようとする。その時ボルトが現れ、チャクラの感知が終わったことを報告した。カワキは最後にナルトに目をつけたジラの直感を評価しつつ、必ずジラを倒すという決意を表明した。その頃、ベルタと第7班は金属片を置いてボルトとカワキの到着を待っていた。ボルトはこのハマルに祭りのトゲ玉があるかどうかを確認し、木の葉の里へ帰ることに決めた。コジはこの結果を受け、良い未来を壊してしまう恐れを心配。レイダには彼女を標的とする人真珠、マムシが動き出すことを予告した。拠点に戻っていたジラは、カワキから自分の直感を評価されたことに喜びを覚えていた。本を読んでいたヒダリからゲロキモイと言われ、真顔になった場面で幕を閉じた。今回も非常に見応えのある話だった。6巻の最終話になると思われることもあり、風の国でのトゲ玉の回収任務が一段落した印象がある。あとは気になっていた萌木と新規が無事に助かるかどうかが気になるところ。ジラとカワキの激闘は様々な不安要素がつきまとう内容となっていた。カワキが付け焼き場の力で戦っていたことに加え、ジラは最後まで余裕を見せていた。また、ボルトの中にいるモモシキがついに動き出すかという期待と心配があった。第2部におけるモモシキの初登場は6巻でもお預けということになりそうである。そして異空間に封印されているナルトについての進展もあった。
ジラがナルトの生存に気づいたことを皮切りに、徐々に民間でもその事実を信じる者が現れるだろう。木の葉の里では新たな混乱が巻き起こることになる。ボルトが恐れていた里内での分断が始まるかもしれない。カワキとエイダへの疑念が広まるとも考えられる。運命の得意点であるボルトは今回、糧に成功した一方で未来を壊してしまった。孤児の言う通り、良い未来まで失われてしまったという懸念もある。近い将来、未来を壊したことによるツケが回ってくるのではないだろうか。カワキは今回、限界まで引き上げられた攻撃性能でジラを仕切ることに成功した。しかし、このパワーアップには不安な要素も残る。アマドとの交渉内容の通りであれば、カワキは以前の防御性能と回復能力を捨てている可能性がある。これまでのカワキはアマドによって命を優先した調整がなされていた。アマドが娘のあけびを完全再現するためにカワキのカーマを必要としていたからである。カワキは自身の力を限界まで引き上げてもらうためにアマドに問い詰めたが、アマドはあけびにカーマを刻むことを条件にした。ただ、カワキの命が奪われればカーマもその機能が失われる。カワキはこの事実を逆に利用し、脅威を倒すために命を懸けるほどの覚悟を示した。これが決め手になったのか、アマドはカワキのパワーアップに踏み切ったのだと思われる。とはいえ、アマドの長年の悲願が叶ったわけではない。依然としてカワキの命とカーマが必要な状況は続くことになる。加えて、力を引き上げたことでカワキの死亡リスクが高くなった。アマドがただ単にカワキの要望に応えるだけの改造をするとは思えない。カワキにジラへの勝機があると思っていない様子も見られた。アマドはカワキが命の危機に瀕した場合に発動する仕掛けを組み込んでいるはずである。カワキがジラに追い詰められた場合は、強制的にカワキを戦線から離脱させる仕掛けが組み込まれていたのかもしれない。また、カワキと共に現れたデルタにも秘密があったと考えられる。第2部のデルタは一貫してカワキと行動しているのが印象的である。デルタの行動は設定することである程度の制御が可能であることから、カワキへの追随は設定内容の一つであっても不思議ではない。それにアマドにとってデルタの命は軽い。過去にもクローン体である彼女を犠牲にしてきた。彼女はカワキの命を保証するためにアマドが用意した手段であるとも考えられるのである。現在のデルタは大筒木の飛行能力に似た浮遊を見せている。彼女も芝居の細胞の恩恵を受け、新たな真実が発現しているかもしれない。この能力がカワキの窮地を脱するために一役買っていた可能性もある。カワキはその攻撃能力でジラから隙を作り、見事ボルトの時空間移動までの時間を稼ぐことに成功した。ジラはそれでも全く本気を出していないようではあったが、一時休戦の流れになりつつある。しかしこの戦いは、次なる人信者が動き出すきっかけに過ぎなかった。孤児の余地では、エイダを標的とする人信者、マムシが近いうちに立ち上がるようだ。ただし、エイダにはデイモンという守護神がいる。マムシは彼との戦いを避けて通ることはできないだろう。また、マムシは2つの能力の壁を突破する必要もある。デイモンには真術、反射、エイダには真術、全能の副次的な能力である魅了が備わっている。一方の反射は、基本的にデイモンが人に触れている間に発動する。デイモンと触れた対象へ向けられた全ての攻撃が反射され、その攻撃の結果そのものが返ってくるという能力である。攻撃をする以前に、攻撃のイメージを浮かべただけでも具現化した攻撃が返ってくる。マムシはこの能力だけでも戦闘中にかなりの制約を受けることになる。これだけにとどまらず、エイダには本能に訴えかけて自分の虜にする魅了がある。この能力で虜になった者はエイダへ一切の害を与えることができなくなる。個人差はあるが、影響を強く受けた者はエイダの思いのままに動かされてしまう。マムシはバグのチャクラデータをコピーした人真珠である。魅了の対象となる存在なのかどうかがあやふやな人真珠ではあるが、本能に身を委ねていることから弱点になる可能性はある。そもそもマムシの原型であるバグはエイダに魅了された人物の一人である。マムシがエイダを標的にしているのもこの魅了による影響が元になっていると考えられる。これにより生命の宿命である本能にも抗わなければいけない。それでもマムシは、エイダとデイモンに喧嘩を売るほどの存在である。相応の何かがあるはずだ。マムシには2つの能力を突破する3段や能力があるとも考えられる。エイダを捕食するには、結果や私欲に執着しないもの境地に立たなければならない。この境地に立つことができる能力を持っているのかもしれない。マムシがデイモンの戦闘解禁のきっかけになるのであれば非常に期待が持てる。マムシは兄弟2つのプログラムのバグとなり得る存在である。ジラは最後に、トデ玉をナルトに自ら差し出すのではないだろうか。他の人真珠とは違い原型がないジラではあるが、トデ玉から誕生した点は共通している。彼から得られるトデ玉が最終的にどうなるかが注目される。他の人真珠のトデ玉の場合、原型となった人々に使用することで助けられるとされている。ただ、これだけでは終わらない。個人的には、助けられた原型に大きな変化が生じると考えている。こちらの動画で詳しくまとめているが、
原型はトゲ玉を得ることで強化される可能性が高い。トゲ玉の正体はコードから複製された大筒木の要素、白きカーマであると考えられる。トゲ玉を使用することで、この白きカーマが人真珠の魂と共に原型へ渡ると想像できる。人真珠の性格はその原型の宝生である可能性が公式 Q&A にてほのめかされている。トゲ玉が使用されることで引き起こされる結末は、人真珠とその原型が自分をより深く理解することにもつながる。そしてこの可能性はジュラのトゲ玉の場合でも例外ではない。人間などの生命に使用することでジュラの魂を宿す効果が期待される。これはもはや新たな人中力になることと実態は変わらないだろう。ナルトは人中力として自我を持つ美獣たちと心を通わせることができた。それは美獣たちが人中力の心を満たす愛そのものであると理解していたからだろう。そして協力することで新たな力を身につけながら幾度となく危機を乗り越えてきた。ジュラはこの愛の正体に気づいた時、生命の進化の形としてナルトの心に宿ることを選択するのではないだろうか。忍びの愛を最もよく理解するナルトと共に、可能性ある人類の行く末を見守ろうと考えてもおかしくはない。また、ナルトとジュラはそのモチーフからも相性がいい。ナルトは大筒木アシュラの転生者であることから、その設定はアシュラに関わりがある。ジュラのモチーフは羅刹とされているため、どちらも鬼人であるという共通点が見えてくる。鬼人コンビとしてジュラがナルトの新たな相棒になるのかもしれない。人真珠から得たトゲ玉は、まだ見ぬ大筒木一族に対抗するための武器になるはずである。人真珠編における最大のサプライズになるだろう。運命に選ばれた原型たち、そしてナルトから目が離せない。以上が最新24話の解説と考察になります。過去の解説、考察動画では、24話時点でもまだ明かされていない内容に関する解説や考察もしていますので、良ければ視聴していただけると嬉しいです。ここまでの内容は、個人的な妄想を多分に含んでいます。多めに見ていただけますと幸いです。今回の動画に関する感想や意見がありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。もしこの動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。